すぐに院長を呼んでください。容体が急変しました。若い看護師が慌てて廊下に飛び出してきた瞬間、俺は思わず駆け出していた。病院の夜間警備員として働き始めて半年。人の命が関わる緊急事態には慣れているつもりだったが、その声に宿る恐怖に背筋が凍った。院長室に連絡を入れた後、特別病室に駆けつけると、そこには想像以上の緊張感が広がっていた。蒼白な顔の少女が苦しそうに呼吸し、モニターは不規則な警告音を発している。美しい院長が病室に駆け込み、聴診器を取り出した。様々な処置を試みる彼女だが、患者の容体は良くならない。この子は、もう。院長の声に絶望が滲む。その時、俺は薬剤棚に目をやり、点滴の内容を確認した。そこに答えがあった。任せてもらえませんか。俺は一歩前に出た。院長の驚いた表情を横目に、俺は手際よく薬剤を準備し、的確な指示を出し始めた。アドレナリンを 0.3 ミリ常駐で。看護師たちの戸惑いもつかの間、院長の言われた通りにしてという一言で状況は一変した。数分後、少女の容体は安定し始めた。萩原さん、あなたただの夜間見回りスタッフじゃないわね。院長の探るような視線から逃れるように、俺は部屋を後にした。夜間警備員の制服の下に隠された過去、それを知る者はこの病院にはいない。そしてこのまま隠し続けるつもりだった。そう、あの事件が起きるまでは。桜総合病院の廊下に夜勤の始まりを告げるチャイムが響く。白く輝く蛍光灯の下を俺、萩原有友は静かに歩き始めた。桜総合病院は都内でも指折りの大規模総合病院だ。地上15階建て。病床数は500を超える。その広大な施設の安全を夜間、俺たち見回りスタッフが守っている。俺がこの仕事を始めてからもう半年になる。仕事の内容は単純なようで、実は奥が深い。不審者の侵入を防ぐのはもちろんのこと、機械の異常音にも気を配り、患者さんの突発的な症状悪化にもいち早く気づかなければならない。医療機器の基礎知識も必要だし、何より患者さんの様子を見る目が大切になる。あ、有友さん。小児科病棟を通りかかると、まだ眠れない子供たちが窓越しに手を振ってくる。夜間見回りの際、子供たちと交わす他愛もない会話が密かな楽しみだ。今日は熱は下がった？うん、もう平熱だって。でも先生が明日まで様子見だって。白い病室の中でパジャマ姿の少年が元気な声を響かせる。その隣のベッドの女の子はまだ点滴をつけたままだ。じゃあ、早く寝ないとダメだぞ。明日の検温で熱が上がってたら退院が伸びちゃうからな。それは困る。子供たちの笑い声が夜の病棟に小さな波紋を広げる。看護師さんに怒られない程度の程よい賑やかさ。この仕事はただの警備じゃない。患者さんの不安な夜を少しでも和らげる。それが俺たち夜間見回りスタッフのもう一つの大切な役目。それが今の俺にできる精一杯の医療への関わり方だった。その日もいつも通りの夜間巡回だった。時計の針が午前2時を指し、患者の大半はすでに深い眠りに落ちている。俺は小児特別病室のある8階の廊下を歩いていた。夜もこの階だけは常に医師が待機していて、重症患者の治療に当たっている。特別病室の一つから慌ただしい足音と焦った声が聞こえてきた。血圧下がってます。酸素飽和度 85%。バイタル不安定です。看護師たちの緊迫した声に俺は思わず駆け出していた。部屋の前まで来るとドアが勢いよく開き、若い看護師が慌てて廊下に飛び出してきた。すぐに三谷院長を呼んでください。ゆきちゃんの容体が急変しました。彼女は俺の顔を見るなり叫んだ。その目は恐怖で見開かれていた。わかりました。俺は即座に対応し、近くの内線電話で院長室に連絡を入れた。夜間でも院長の三谷長先生は病院に残って仕事をしていることが多かった。もしもし、院長先生ですか？8階特別病室の中花さんが急変したそうです。すぐに来ていただけますか？電話を置いた数分後、エレベーターから白衣をはためかせた女性が現れた。三谷院長だ。
疲れた顔にもかかわらず、際立つ整った顔立ち。大きな瞳には知性が宿り、引き締まった唇からは普段、冷静で的確な指示が発せられる。だが今、その端正な顔には焦りの色が濃く出ていた。どうなってるの？彼女の声には焦りが混じっていた。俺は特別病室へと彼女を案内した。部屋のドアを開けると、そこには想像以上の緊迫した状況が広がっていた。ベッドの上で小さな少女、中花ゆきちゃんが苦しそうに呼吸をしていた。顔は蒼白で、唇は紫色に変色している。いつから？院長が看護師に尋ねる。10分ほど前です。突然呼吸困難を訴えて、その後意識が朦朧とし始めて。看護師の説明を聞きながら、院長は素早く聴診器を取り出し、ゆきちゃんの胸に当てた。その表情がみるみる険しくなる。全命がひどい。肺水腫の疑いもある。このままでは呼吸が止まってしまう可能性があるわ。部屋の空気が凍りついたような緊張感が漂う。看護師たちは手際よく動いているが、焦りが隠せていない。彼女は様々な処置を試みるが、モニターの数値は改善の兆しを見せない。何が起きているの？これまでの症状からは考えられない反応よ。このままじゃ、この子はもう。院長の弱々しい言葉が、部屋の重い空気の中に沈んでいく。看護師たちの動きが止まり、絶望感が広がる。その時、俺の目に点滴台に吊るされた薬剤のラベルと、ベッドサイドテーブルに置かれた別の薬の空袋が映った。俺は思わず一歩前に出ていた。もしかして、この子にカルボプラチンとネオフィリンを併用していませんか？え？院長は驚いたように俺を見た。夜間警備のスタッフがこんな緊急事態に口を挟むなど前代未聞だったからだ。この2つの薬剤を同時に投与すると、稀に急性の呼吸抑制を引き起こすことがあります。特に子供の場合は発現率が高いんです。俺は冷静に説明した。心臓は激しく脈打っていたが、声を震わせるわけにはいかなかった。薬剤部の看護師が慌てて薬剤情報をチェックする。彼の言う通りです。そんな、併用注意のはずが、どうして見落としていたの？院長がつぶやく。だが、今はその原因を追求している時間はない。このままでは危険です。まずはアドレナリンを常駐。言いかけて、俺は自分の立場を思い出し、言葉を飲み込んだ。しかし、院長は真剣な眼差しで俺を見つめていた。萩原さん、この子を救えるの？はい。よければ任せてもらえませんか？お願い。院長の瞳に決断の色が宿る。彼女の一言で、俺の体が自然と動き出した。まず、今使っている点滴を止めてください。次に、生理食塩水で静脈ルートを確保して。それから、アドレナリンを 0.3 ミリ、常駐で。小児容量なので慎重に。看護師たちは一瞬戸惑ったが、院長が言われた通りにしてと声を上げると、素早く動き始めた。酸素濃度を上げて、マスクではなく、非再呼吸式のリザーバーマスクに切り替えて。看護師が、素早く酸素マスクを交換する。モニターの波形はまだ不安定だが、わずかに改善の兆しが見えた。次に、肺水腫の対処として、利尿剤も必要です。フロセミドを追加で。俺の指示に従い、薬剤が次々と準備される。その間も、俺はゆきちゃんの脈を取り続けていた。小さな命の鼓動が、弱々しくも確かに指先に伝わってくる。サチュレーション上昇してきました。90%、93%。呼吸数も安定してきました。モニターの警告音が止み、規則正しい波形が現れ始めた。ゆきちゃんの顔色も少しずつ戻ってきている。その小さな胸がよりスムーズに上下し始めた。みんなの表情が明るくなる。このまま30分は経過観察が必要です。バイタルを5分おきに。応急処置は終わったが、まだ油断はできない。部屋の隅に立ち、冷や汗を拭う。やがて30分が経過し、ゆきちゃんの容体は完全に安定した。危機は脱しました。俺がそう言うと、部屋中にどっと安堵の空気が流れた。院長はゆきちゃんの額に手を当て、優しく髪を撫でると、ゆっくりと俺の方を向いた。萩原さん、あなた、ただの夜間見回りスタッフじゃないわね。彼女の声は静かだったが、部屋中の誰もがその言葉に耳を傾けた。看護師たちも不思議そうな顔で俺を見ている。少し薬学をかじっていましたので、それより命が助かったことが何より重要です。では私は他の階の見回りもありますので。
院長の探るような視線から逃れるように、俺は部屋を後にした。今、小さな命が救われた。それだけで十分だったはずなのに、どこか胸の奥が妙にざわついていた。翌日の夕暮れ時、俺は病院の屋上にある小さな庭園にいた。勤務開始前の数分間、俺はここで深呼吸をするのが日課だった。ここにいたのね。背後から聞こえた声に、俺は思わず身を固くした。振り返ると、そこには院長が立っていた。夕日に照らされた彼女の姿は、白衣越しにもその凛とした佇まいが際立っている。屋上からの夕焼けって綺麗ね。特にこの季節は。彼女は俺の隣に立ち、遠くの空を見つめた。緊張感が漂う沈黙が広がる。昨夜は本当にありがとう。ゆきちゃんは完全に回復したわ。それは良かったです。でも不思議なのよね。カルボプラチンの併用注意。これは最近の医学雑誌でも特集が組まれたばかりの話題よ。夜間見回りスタッフの方が、なぜあんなに専門的な薬の知識を持っているのかしら。彼女が俺に向き直る。その瞳には、冷静な観察眼が宿っていた。本やテレビで見た知識です。薬学に少し興味があって。少しの興味で、あそこまでの判断ができるかしら。彼女の視線が鋭くなる。あなたの履歴書を見直したの。学歴は高校卒業まで。特別な資格もない。でも、昨夜の応急処置は、ベテランの救急医でもためらうような的確さだった。話してくれないかしら。あなたは、本当は誰なの？院長はじっとこちらを見ている。俺は黙ったまま、手すりを強く握りしめた。俺は、ただの夜間見回りスタッフです。そう。院長は少し残念そうな表情を浮かべたが、すぐに微笑んだ。ところで、今晩から8階の特別病室の見回り担当を増やしてほしいの。特にゆきちゃんの部屋の前は30分おきに確認を。わかりました。気をつけます。それと、私の診察に付き添ってくれないかしら。特に薬の処方時に。それは、私の業務範囲を超えています。そう？でも、昨夜は業務範囲を超えて命を救ってくれたわね。言葉巧みに追い詰められる感覚に、俺は一瞬言葉を詰まらせた。考えておきます。その言葉を残し、俺は素早く屋上を後にした。エレベーターのボタンを押す指がかすかに震えている。やってきたエレベーターに乗り込み、俺は深いため息をついた。この先どうなるのか、全く見当もつかなかった。ある日の夕方、出勤してロッカールームに向かおうとしていた時だった。三谷院長、この機会を逃す手はありません。どう考えてもこの新薬の導入は当院にとってメリットしかないはずです。会議室から漏れ聞こえる声に、俺は足を止めた。内科部長の川島久一先生の声だ。そのまま通り過ぎようとした瞬間、次の言葉が耳に飛び込んできた。感動ファーマの新薬、ネオリバイタル X は、すでに欧米では承認されています。日本でも厚生労働省の特別審査を通過したばかりです。川島先生の言葉に胸に警戒感が走る。俺は静かに会議室のドアに近づき、隙間から中を覗いた。会議室の中央に置かれた大きなテーブルを囲んで、院長と川島先生、それからスーツ姿の男性が座っていた。中花さん、詳しく説明してください。はい、私、感動ファーマ第二開発部の中花翔二郎と申します。スーツ姿の男性が丁寧に頭を下げた。よく見ると、ゆきちゃんに面影が似ている。感動ファーマ。業界では知らない者のいない新興製薬会社だ。創業わずか15年ながら、難病治療薬の開発に特化し、急成長を遂げてきた企業。特にここ数年は、自己免疫疾患や希少疾病の治療薬で、次々と画期的な新薬を世に送り出している。中花さんは説明を始めた。この新薬は、難治性の自己免疫疾患に画期的な効果を示しています。私の娘と同じ症状の患者さんが、わずか3ヶ月の投与で 80% 以上の症状改善を見せたケースもあるんです。中花さんの言葉には一生懸命さが滲んでいた。しかし院長は眉間にシワを寄せながら資料に目を落とした。川島はそんな院長の様子を冷ややかな視線で見つめながら口を開いた。院長先生、この薬の導入は病院の経営改善にも直結します。厚生労働省から優先審査薬に指定されているため、保険適用も有利です。さらに、先進医療としての認定も期待できる。
当院の評判は一気に高まります。それに何より患者さんの命が救えるんです。川島先生の高圧的な声に合わせるように、中花さんが食い入るように院長を見つめながら言う。中花さん、お気持ちはよくわかります。でも、医師として患者の安全を第一に考えなければ。安全性については、すでに十分なデータがあります。川島先生が机に資料を叩きつけるように置いた。正直に言いましょう。院長先生がこの決断を渋っている間にも、他の総合病院はどんどん新薬の導入を進めています。このままでは、桜総合病院の地位は落ちる一方です。それだけではありません。院長就任からの経営指標は下降の一途。今回の決断は、院長としての手腕が問われる重要な分岐点です。川島先生の言葉に院長の表情が沈む。1週間の猶予をください。もう少し情報を集めて。時間の猶予はありません。明日の理事会で決を取ります。これ以上の遅延は、院長としての責任放棄とみなされても仕方ないでしょう。川島先生は立ち上がった。その姿勢は高圧的で、院長を見下している。院長が困り果てた表情で資料に目を落とす姿を見て、俺は胸が痛くなった。俺は大きな足音を立ててからドアをノックした。失礼します。夜間見回りの萩原です。会議室の中にいた全員が驚いたように俺を見た。夜間見回りだと？邪魔だ、出て行け。今会議中だ。川島先生の冷たい声を無視して、俺は真顔で言った。院長、セキュリティチェックのご報告があります。大変申し訳ありませんが、緊急事態でして、時間もかかるかと思います。俺は院長をまっすぐ見た。彼女は一瞬だけ俺の意図を察したように目を見開き、すぐに冷静な表情に戻った。わかりました。川島先生、中花さん、今日はここまでということで。川島先生は明らかに不満そうな表情をした。が、しぶしぶ中花さんと一緒に席を立った。二人が部屋を出ると、院長はため息をついた。萩原さん、助かったわ。申し訳ありません。会話を聞いてしまって、俺は一瞬迷った。だが、このまま黙っていることはできなかった。彼女の表情からは、疲労と葛藤が読み取れた。大丈夫ですか、院長。深いため息の後、院長はゆっくりと俺を見上げた。少し、あなたの意見を聞かせてくれないかしら。あなたは医薬品のことに詳しいでしょ。その言葉に、俺は一瞬戸惑った。いつもなら、私にはわかりません、と言って逃げ出すところだ。だが、彼女の瞳に浮かぶ迷いを見ていると、そんな言葉を口にすることができなかった。状況を説明していただけますか？院長はうなずき、目の前の資料を俺に向けて開いた。そして、資料の隅に書かれた小さな数字を指さした。感動ファーマが開発した新薬、ネオリバイタル X の導入を、川島先生が強く推しているの。確かに初期データは良好だけど、臨床試験の症例数が少なすぎるのよ。それに、副作用のデータが不十分。でも川島先生は、経営改善と病院の評判のためにも、早急な導入をと言ってくるの。院長の言葉に、俺は資料の数字を確認した。確かに、症例数が少ない。院長先生、慎重になるべきだと思います。このような新薬の導入は、短期的な評判につながるかもしれませんが、万が一副作用が発覚すれば、病院の信頼は地に落ちます。俺は静かに、しかし確信を持っていった。やっぱりそうよね。院長は資料を閉じ、窓の外を見つめた。夕闇が病院の庭を少しずつ飲み込んでいく。私が院長になってまだ半年なのはあなたも知ってるわよね。父が急逝して、その後を継いだのだけど、まだ医局をまとめきれていない。私はまだ30代。医師としても経験が浅いし、何より病院経営なんて、右も左もわからないの。彼女の声はいつになく弱々しく聞こえた。窓辺に立った彼女のシルエットが夕日に照らされて儚げに見えた。多くの医師たちが私の指示に従うことに不満を持っていることは知っているの。特に川島先生のような、父の代からいるベテラン医師たちはね。彼女はゆっくりと振り返り、俺と向き合った。その表情には疲労と孤独が刻まれていた。川島先生は新薬を導入して利益を上げ、理事会や他の医師たちの支持を集めようとしている。このままではもしかしたら、川島先生に病院を乗っ取られてしまうかもしれない。
小さな声で言い切った彼女は、急に恥ずかしそうにかぶりを振った。ごめんなさい。こんな愚痴、あなたに聞かせるべきじゃなかったわ。いいえ、俺は一歩前に進み出た。院長先生がこの病院を守ろうとしていることは、スタッフ全員が知っています。患者さんのことを第一に考える姿勢は、誰もが感じています。そう？はい。だからこそ、この件でも患者の安全を最優先に考えるべきです。拙速な判断は避け、より詳細なデータを集める時間を持つべきだと思います。彼女の表情にわずかな希望の光が戻ってきた。ありがとう、萩原さん。あなたの言葉で勇気が出た。やっぱり正しい道を選ぶ。明日の理事会では追加データの提出を要求し、最終判断を延期することを主張するわ。その決意に満ちた表情は、さっきまでの弱々しさが嘘のようだった。俺は静かにうなずいた。まだ何も具体的な助けになっていない。だが、彼女の決断を支持することはできた。それだけでも何かが変わり始めているような気がした。その日帰宅した俺は、寝る間も惜しんで、海外の医学論文データベースを検索し続けていた。画面には、ネオリバイタル X の主成分と類似した化合物に関する論文が表示されていた。特に着目したのは、マサチューセッツ工科大学の研究チームが発表した長期観察データだ。やっぱり。椅子の背もたれに寄りかかり、俺は深いため息をついた。表示されたグラフは、俺の予測を裏付けるものだった。類似化合物での臨床実験では、投与から6ヶ月以内に免疫系の過剰反応による副作用が報告されていた。特に成長期の子供においては、その影響が顕著だという。これは見過ごせない。俺はさらに検索を続けた。欧州医薬品庁の審査資料、アジア諸国での類似薬の使用状況、そして最近の国際学会での議論内容まで、情報を集めるほどにネオリバイタル X の拙速な導入に対する懸念は深まっていった。疲れた目をこすりながらも必要な情報をすべて整理し、わかりやすくまとめる作業に没頭する。窓の外が白み始めた頃、ようやくすべての作業を終えた俺は、完成したファイルを持つ手が少し震えていることに気づいた。恐怖か、それとも興奮か。おそらく両方だろう。胸には奇妙な高揚感と不安が入り混じっていた。その夜、俺は夜勤のために病院へと向かっていた。カバンには昨夜徹夜で作成したファイルが入っている。その重みが肩に食い込むようだった。更衣室で着替えを済ませ、いつもの見回りルートを歩き始めた。8階に上がると、岸くも院長が廊下を歩いているところだった。俺は深呼吸し、彼女に近づいた。院長先生、お疲れ様です。理事会はどうでしたか？あら、萩原さん。最終決定は来週に延期になったわ。でも、川島先生の勢いは強くて。彼女は俺を見て微笑んだ。だが、その笑顔の奥に深い疲労と焦りが見え隠れしていた。俺はカバンから分厚いファイルを取り出した。これは？困ったら、これを提出すれば、理事会も納得させられますよ。彼女は戸惑いながらも、ファイルを受け取り、開いた。その瞬間、彼女の目が見開かれた。これは、ネオリバイタル X の長期副作用データ。しかもこんなに詳細な。欧州医薬品庁のデータや、マサチューセッツ工科大の研究結果まで。最後のページまで目を通すと、彼女はゆっくりと顔を上げた。こんな資料どうやって？萩原さん、あなた、本当に何者なの？その問いに、心臓が高鳴るのを感じた。このまま全てを打ち明けるべきか。だが、まだその時ではない。ただの夜間見回りスタッフですよ。全て信頼できるデータです。引用元も明記してありますので、検証も可能です。彼女は信じられないという表情で、再び資料に目を落とした。そんな彼女の顔に、一筋の希望が戻ってきた。彼女は、ゆっくりと顔を上げた。あなたが何者なのかを問い詰めたいところだけど、聞かないことにするわ。それにしても本当に助かった。これがあれば、川島先生の主張を打ち破れるかもしれない。彼女は満面の笑みを浮かべた。その笑顔が、昨夜の徹夜の疲れを吹き飛ばすようだった。お役に立ててよかったです。では、見回りに戻ります。俺は、背中に彼女の視線を感じながら、廊下を歩き出した。その後の数週間で、俺と院長の関係は、微妙に変化していった。萩原さん、今晩もお疲れ様。院長先生、まだお仕事ですか？ええ、少し残ってるの。あなたも頑張ってね。こんな何気ない挨拶が、
日常になっていた。別の日、病院の医局図書室で、つま先立ちで本棚の上段に手を伸ばす彼女の姿が目に入った。一生懸命に腕を伸ばす仕草には、どこかけなげな印象がある。静かな図書室には、俺たちの他に誰もいなかった。院長先生、お手伝いしましょうか？俺が声をかけると、彼女は少し驚いたように振り返った。萩原さん、ちょうどよかった。あの濃い青い背表紙の本、届かなくて。これですか。俺は彼女の横に立ち、楽々と手を伸ばして、目的の本を取り出した。ありがとう。背が高いのは羨ましいわ。彼女は無邪気に笑った。肩の力が抜け、髪を耳にかける仕草には、少女のような愛らしさがあった。本を受け取る彼女の指が、一瞬だけ俺の指に触れた。わずかな接触だったが、胸が高鳴ってしまった。その本、難しそうですね。何か話題を作ろうと、俺は本の表紙を見た。実は明日、新しい治療方針の会議があるの。その準備なんだけど、そうだ、アドバイスをもらえないかしら。特に免疫抑制療法の最新データについて、あなたの意見が聞きたいの。その瞳には信頼の色が宿っていた。俺に答えられることなら。俺が答えると、彼女の顔が明るくなった。彼女は図書室の奥にある小さな閲覧デスクに向かい、資料を広げ始めた。俺もその隣に座り、彼女の質問に答えていく。最初は形式的だった会話が、次第に熱のこもった医学討論へと変わっていった。この方法は長期的には患者の免疫系にダメージを与える可能性があります。でも短期的効果は高いのよね。バランスが難しいわ。二人で意見を交わしながら治療計画の最適化を図っていく。彼女の鋭い観察眼と俺の理論的アプローチが不思議と相性が良かった。1時間が経過しても話は尽きなかった。有友くん、本当に詳しいわね。こんな風に議論できる相手がいなかったから、とても助かるわ。彼女は嬉しそうに微笑んだ。一瞬耳を疑った。彼女は初めて俺の名前を呼んだのだ。ごめんなさい。萩原さんだったわね。つい。彼女は少し顔をあからめた。いえ、構いません。有友でいいです。心臓の鼓動が速くなるのを感じた。それなら、私のことも蝶と呼んでくれないかしら。みんながいる前ではやめておいた方がいいけど、二人きりの時は。彼女の目には照れと期待が入り混じっていた。わかりました、蝶さん。名前を呼んだ瞬間、何かが変わった気がした。彼女も満足げに微笑んだ。そうだ、有友くん。あなたがくれた資料のおかげで、理事会も納得してくれたわ。川島先生は不満そうだったけど。彼女は勝ち誇ったように笑う。その表情が妙に愛らしく見えた。よかったです。名前の呼び方が変わっただけなのに、俺たちの間の距離はぐっと縮まったように感じた。翌週の夜勤、時計は夕方の6時半を指していた。面会時間が間もなく終わる頃だ。特別病室の前を通りかかると、ドアが少し開いていて、中からゆきちゃんの楽しげな声が聞こえてきた。ドアの隙間から覗くと、ゆきちゃんはベッドの上で折り紙を広げていた。以前よりもずっと元気になった彼女の顔色は、健康的なピンク色を取り戻していた。ゆきちゃんは俺に気づいて、パッと目を輝かせる。有友さん、こんばんは。こんばんは。元気そうだね。見て、動物園を作ってるの。ゆきは誇らしげに、ベッドの上に並べられた色とりどりの折り紙の動物たちを指さした。鶴、カエル、犬、ウサギと並んでいて、小さな紙の動物園ができていた。すごいじゃないか。上手だね。今度は象を折りたいんだけど、難しくて。ゆきちゃんは少し困った表情を浮かべながら、折りかけの灰色の紙を手に取った。象か。ちょっと難しいけど、少しだけ教えようか。やった、入ってきて。面会時間中だし、少しだけなら問題ないだろう。俺はドアを開けて中に入った。俺は部屋に入って、ゆきちゃんに折り方を教えながら、自分も一緒に折っていく。彼女は真剣な表情で俺の手元を見つめていた。そして、ここが象の鼻になるんだ。こうやって。わかった。こうだよね。そう、その調子。俺たちは夢中になって折り紙を続けていた。ゆきちゃんの笑顔がこの病室を明るく照らしているようだった。できた！象が完成し、ゆきちゃんが歓声を上げた。それを微笑ましく見ていると、ゆきちゃんはぽつりと言葉をこぼす。
私ずっと、有友さんにお礼が言いたかったの。この間、助けてくれたでしょ？お薬のことで。彼女の澄んだ目には純粋な感謝の色が宿っていた。あの時、すごく苦しくて怖かった。でも、有友さんが来てくれて、何かしてくれたら、だんだん楽になったの。ゆきちゃんはぽつりぽつりと言葉を紡いだ。子供ながらに、あの夜の出来事をしっかりと認識していたようだ。今はどう？体調は良くなった？うん。前よりずっと良くなったよ。お父さんも喜んでる。彼女は微笑みながら枕元に置かれた小さな折り紙の鶴を手に取った。これ、有友さんにあげる。お礼。小さな手のひらに乗っているのは折り鶴だった。青い紙で丁寧に折られ、翼にはありがとうと幼い字で書かれていた。ありがとう。大切にするよ。俺がそれを受け取ると、ゆきちゃんの顔に満面の笑みが広がった。その笑顔は病院の蛍光灯よりも明るく感じられた。その時、病室のドアが開いた。入ってきたのは、中花正次郎さんだった。仕事帰りらしくスーツ姿だった。俺を見た彼の表情が一瞬で曇るのが分かった。彼は素早く部屋に入ってきて、ゆきちゃんと俺の前に立ちはだかった。やめろ！ゆきに近づくな！正次郎さんの声は冷たく、威圧的だった。彼はゆきちゃんのベッドの前に立ち、まるで盾のように俺から娘を守ろうとしていた。お前、あの時の警備員だな。川島先生から聞いた。お前が新薬導入に反対意見を出した人だと。正次郎さんは冷たい目で俺を見据えていた。彼の顔は怒りで引きつり、声は震えていた。わかってるのか？この子はあの新薬に全てをかけているんだ。お前のような素人が何の根拠もなく反対意見を出すせいで、治験が遅れている。この子の命がかかっているというのに。正次郎さんの声が病室に響き渡った。その眼差しには怒りだけでなく、深い絶望と恐怖が混ざっているのが見て取れた。正次郎さん、私が心配しているのは副作用の。黙れ！医者でも薬剤師でもない警備員風情が何を偉そうに。あの薬は勇気の最後の望みなんだ。それを踏みにじるようなことをするな。正次郎さんは一歩踏み出し、俺の胸ぐらを掴みかけたが、最後の一瞬で自制した。それでも、その目には燃えるような怒りが宿っていた。出て行け、今すぐに。二度と娘に近づくな。その小姉には妥協の余地がなかった。わかりました。失礼します。俺は静かに頭を下げ、病室を後にした。ドアを閉め、廊下に出た俺は重いため息をついて立ち尽くした。正次郎さんの怒りは理解できる。娘の命を救いたい一心なのだ。俺は胸ポケットに手を当てた。青い折り鶴がかすかに触れる。ごめんな、ゆきちゃん。小さくつぶやきながら、俺は夜の巡回を再開した。ある夜、桜総合病院の一角にあるスタッフルームの前を通りかかった時のことだった。萩原さんの噂聞いた？俺は思わず足を止めた。ドアの隙間から覗くと、数人の看護師が集まって小声で話している。何かあったの？ SNS で話題になってるのよ。過去に製薬会社でデータ改ざんをしたって。ざわめきが広がる。俺の心臓が早金を打ち始めた。本当にあの人が？前から何かおかしいと思ったんだよね。薬のことに詳しすぎるし。でも、あの日はゆきちゃんを助けてくれたじゃない？俺は慌てて職員用のコンピュータールームに向かった。検索画面を開くと、病院の名前とともにデータ改ざん、元製薬研究員というキーワードがサジェストされた。まさか、画面いっぱいにニュースサイトの見出しが広がる。桜総合病院に潜む偽装資格の警備員、過去に製薬会社で不正行為、データ改ざんの中心人物が夜間スタッフに変装、医療行為を。すべて事実を歪曲した悪意のある記事ばかりだった。写真まで掲載されている。どこから漏れたのだろう。萩原さん？廊下から張さんの声が聞こえた。慌ただしく近づいてきた彼女の表情は心配と焦りに満ちていた。院長室へ来てください。今すぐに。彼女の声は小さかったが、その眼差しには切迫感があった。周囲のスタッフたちの視線を感じながら、俺は張さんに従った。院長室に着くと、張さんは扉をしっかりと閉め、深いため息をついた。
室内はいつになく冷え込んでいた。窓の外では雨が降り始め、その音が静まり返った部屋の緊張感をさらに高めていた。どういうことなの？彼女の声には怒りよりも悲しみが滲んでいた。それが、説明を始めようとしたとき、院長室のドアがノックもなく開いた。現れたのは川島先生だった。彼は冷笑を浮かべている。三谷院長。もうご覧になりましたか？大変なスキャンダルですね。彼の後ろには数人の医師や理事会のメンバーらしき人たちが控えている。張さんは冷たい目で川島先生を睨んだ。これは理事会として正式に関与すべき問題です。我々の病院に過去に不正を働いた者が潜入している。こんなトラブルメーカーを病院に置くのは危険。即刻解雇すべきです。川島先生は演技じみた憤りを見せた。俺は背筋を伸ばしたまま動かずにいた。張さんは冷静さを保ちながらも、その瞳には怒りの炎が宿っていた。川島先生、勝手な判断はなさらないでください。萩原さんの件については、まだ事実確認の段階です。事実確認？インターネット中に証拠が溢れているじゃないですか。このまま放置すれば、病院全体の信頼が地に落ちます。川島先生は鼻で笑うように言った。俺は言い返そうとしたが、張さんがかすかに首を横に振った。萩原さんの過去については、本人から詳しく話を聞く必要があります。一方的な情報だけで判断するのは、医療機関として適切ではありません。張さんは毅然とした態度で言い切った。川島先生の顔に一瞬だけ焦りの色が浮かんだ。だが、すぐに冷笑に変わる。三谷院長、あなたの判断力に疑問を感じざるを得ません。就任以来の経営指標を見てください。医療機器の更新の遅れ、そして今回のスキャンダル、病院の危機管理能力が問われているのです。俺は握りしめた拳から血の気が引いていくのを感じていた。川島先生のやり方は巧妙だった。彼は俺の問題を利用して本当の標的である張さんを追い込もうとしている。張さんは一瞬言葉に詰まったように見えた。川島先生は偽りの同情を装って続けた。若くして院長に就任したことでさぞや大変だったでしょう。ですが感情に流されず、冷静な判断が求められるのが経営者の立場。個人的な感情で明らかな問題人物を擁護するなど論外です。理事の一人が咳払いをしておずおずと口を開いた。三谷院長、確かに川島先生の言う通り、この半年間の経営状況は厳しさを増す一方です。患者数は前年比で 15% 減少し、医療機器の更新コストも予算を圧迫しています。このままでは年度末の決算で赤字転落は避けられないでしょう。患者からの信頼を取り戻すためにも、今回の件は毅然とした対応が必要かと。張さんの周りの空気がみるみる冷たく重くなっていくのを感じた。明日、臨時理事会を招集します。あなたの手腕が問われる重要な会議になるでしょう。川島先生の言葉は最後通告のようだった。それは張さんに対する事実上の不信任表明だ。理事たちはそわそわと身動きし始め、一人また一人と退出していく。最後に残った川島先生はドアの前で振り返った。萩原さん、あなたの件は保留としておこう。しかし、三谷院長がいなくなればどうなるやら。その言葉を残し、彼も部屋を出て行った。残されたのは俺と張さんだけ。院長室に静寂が戻る。雨音だけが時折聞こえる。張さんは重いため息をついて椅子に座り込んだ。すみません、俺のせいで。俺が言いかけると、張さんはかぶりを振った。あなたのせいじゃない。川島先生は、この機会を利用しただけ。彼の本当の狙いは、院長の座ですね。俺が言葉を継ぐと、彼女は静かにうなずいた。あなたの過去をマスコミにリークしたのは、おそらく川島先生よ。でも、証拠はない。だから、理事会には訴えられない。彼女は苦笑した。でも私にはわかる。川島先生は単に病院の信頼を守りたいわけじゃない。これを機に私を失脚させ、病院を乗っ取る。そういうシナリオを描いているのよ。彼女は立ち上がり、窓に近づく。雨に濡れた病院の庭が見える。私には、守るべきものがある。父の意志も、この病院も、そして、あなたのような真実のために戦う人も。ね、有友くん。俺は言葉を飲み込んだ。張さんは、俺のこと疑っていないんですか？こんな風に突如スキャンダルとして報じられて、
自分の経歴についても隠していて、傍から見れば怪しい存在なのは事実だと思います。俺は医師免許もないし、正規の資格もない。ただの夜間警備員でしかないのに。彼女はきっぱりと首を横に振り、優しい丸差しを向けた。もしあなたが嘘をついているのなら、あの夜、ユキちゃんを救えるはずがないわ。何より、いくら薬学に詳しいと言っても、実際にあのような処置を成功させるのは、並大抵の知識じゃできない。あなたがただのペテン師なら、あんな危機的状況で行動なんて、できるはずがないわよ。その言葉に、俺は少し胸が熱くなるのを感じた。しかし、同時に不安も残る。でも俺は、病院のスタッフとはいえ、正式な医療従事者ではありません。川島先生が言う通り、夜間警備員が医療行為に口を挟むなんて、普通なら許されない行為です。いつか、もっと大きな問題になるんじゃないかって。張さんは椅子から立ち上がり、机の上にあった書類をそっと端に寄せた。リスクがあることは否定できない。でもあなたは、人の命が危険にさらされている時に見過ごせなかった。私は、その誠意と行動力を信じているの。あなたが何者であっても、病院にとって必要な存在なのは間違いないわ。彼女のまっすぐな瞳を見て、俺は言葉を失った。こんなにも自分を理解し、受け止めてくれる人がいるのかと、心が揺さぶられる。ありがとうございます、院長先生。いや、張さん。彼女は控えめに微笑んだ。明日の臨時理事会、簡単な戦いにはならないでしょう。でも、私は最後まで諦めないわ。守るべきもののために。外では雨が鳴り響き、暗雲が低く垂れ込めていた。しかしその嵐の中で、張さんの決意だけは揺るがなかった。翌日、桜総合病院の大会議室は緊張感に包まれていた。長いテーブルを囲んで、理事たちが厳しい表情で座っている。正面には川島先生が立ち、プロジェクターに映し出された経営数値のグラフを指さしながら熱弁を振るっていた。その隣には翔二郎さんの姿も見えた。どうやら川島先生の手伝いをさせられているようだ。ご覧の通り、三谷院長の就任以来、当院の経営状況は悪化の一途をたどっています。このままでは、病院の存続自体が危ぶまれる事態に発展しかねません。今こそ、経営体制の抜本的な見直しが必要な時なのです。テーブルの端に座る張さんの表情は冴えない。それでも、背筋は伸ばしたまま、川島先生の言葉に耳を傾けていた。会議に入るタイミングを外で伺っていた俺だったが、そんな張さんの姿に我慢ができなくなってしまった。俺は会議室のドアを勢いよく開いた。全員の視線が一斉に俺の方へ向けられる。失礼します。会議室に足を踏み入れた俺を見て、川島先生の顔が怒りで歪んだ。今は理事会の最中だ。部外者が入ってくるな。川島の土星に理事たちがざわついた。張さんは驚いた表情で俺を見つめていた。俺は会議テーブルの中央に歩み寄り、全員の顔を見渡した後、深く一礼した。申し訳ありません。しかし、これ以上の誤解と混乱を避けるために、真実をお話しする必要があると判断しました。川島先生が導入を推し進めようとしているネオリバイタル X を開発したのは、他でもない私です。会議室が静まり返った。張さんは呆然とした表情で俺を見つめていた。俺は静かに、しかし、明確に言葉を紡いだ。5年前、私はこの薬の基礎研究から臨床試験まで、全工程に関わりました。確かに初期段階では画期的な効果が見られました。しかし、長期投与による副作用の兆候が現れ始めたんです。特に、成長期の子供たちへの影響が顕著でした。会議室の空気が凍りついたように感じた。そんな空気を破るかのように、川島先生が鋭い笑い声を上げた。その目は冷たく、唇の端にはあざけりの色が浮かんでいる。何よバカな。夜間警備員が最先端の医薬品開発に関わっただって。冗談もほどほどにしろ。理事の皆さん、こんなザレ言真に受けるおつもりですか？川島先生は腕を組み、理事たちを見回した。待ってください。静かな声が会議室に響いた。端に座っていた外科部長が立ち上がり、メガネを直しながら俺の顔をじっと見つめていた。あなたの顔をどこかで見たことがあると思っていたら、萩原博士ではありませんか。マサチューセッツ工科大学を首席で卒業し、国際製薬の研究開発部門で数々の画期的な新薬を開発した天才研究者。特に自己免疫疾患の治療薬では世界的に評価されています。外科部長の声に
理事たちの間にざわめきが広がった。川島先生の表情は凍りついていた。余裕の表情は消え、代わりに焦りと動揺が浮かんでいる。たとえそうだとしても、彼が不正に関わったという事実は変わらない。川島先生は声を張り上げた。その言葉に、俺は深く息を吸い込んだ。それは捏造です。共同研究者がデータを改ざんして副作用リスクを隠そうとしたんです。私がそれを告発しようとした結果、すべての責任を押し付けられ、追放されたんです。理事たちの間に驚きの声が広がった。俺はカバンから古いノートを取り出した。その角は擦れ、ページはシミで黄ばんでいた。これは当時の私の研究ノートです。すべての実験データ、観察結果、そして長期投与による副作用の初期兆候をすべて記録しています。ご覧ください。投与開始から6ヶ月後のデータです。免疫系の異常な活性化が始まっていることが明らかです。成長期の被験者では特に顕著でした。外科部長が近づき、ノートに目を通した。彼の表情が次第に厳しくなっていく。これは確かに深刻な異常値だ。彼は他の医師や理事たちに目配せした。何人かが近づいてノートを覗き込む。私はこのデータを発表しようとしました。しかし、共同研究者たちは新薬の早期承認を優先し、このデータを無視したのです。そして、私が告発しようとしたとき、彼らは逆に私がデータを改ざんしたと主張し始めた。組織的な力で私を追い詰め、すべての責任を私一人に押し付けたのです。会議室には重い沈黙が流れた。理事たちの表情には困惑と驚きの色が浮かんでいた。川島先生の顔は蒼白だった。彼の拳は震え、額には冷や汗が浮かんでいた。そんな中、張さんがゆっくりと立ち上がった。萩原さん、あなたが一生懸命に訴えるその姿に、私は誠意を感じます。私は、あなたの言葉を信じます。彼女は静かに言った。彼女の言葉に、理事たちの間でもざわめきが広がった。会議室の端に座っていた翔二郎さんは、俺の話を聞きながら、顔色を変えていた。そんな中、川島先生が鋭い声を上げた。馬鹿げた話です。こんな奴の言うことなんて信用できるはずがない。たとえ彼が元研究者だったとしても、それは過去の話。今は、身分を偽って潜り込んだ不審人物に過ぎません。しかも彼の主張を裏付ける証拠はどこにありますか？一冊の古いノートだけで、国際的な製薬企業の臨床試験データを否定するというんですか？川島先生は理事たちを見回し、一生懸命に指示を求めるように続けた。その時、会議室のドアが勢いよく開き、看護師長が慌てた様子で飛び込んできた。院長先生、小児科特別病室の中花由紀さんが急変しました。その言葉に会議室が凍りついた。ユキが！翔二郎さんが悲鳴のような声を上げ、前に飛び出した。張さんも即座に立ち上がる。どういうこと？何があったの？15分ほど前から呼吸困難を訴え、その後全身に発疹が現れました。今、血圧が急降下して、担当医が処置していますが。看護師長の言葉に、俺は血の気が引くのを感じた。アナフィラキシーショックの可能性があるわ。すぐにアドレナリンとステロイドを準備するよう指示して。張さんは素早く看護師長に指示を出し、理事たちに向き直った。会議は延期します。緊急事態です。誰も異議を唱えなかった。理事たちの表情にも動揺が広がっていた。そして、川島先生の顔は、蒼白を通り越して灰色に変わっていた。俺たちは急いで会議室を後にし、小児科特別病室へと駆け出した。廊下には、すでに数人の医師と看護師が集まっていた。状態は？張さんが駆け寄る。血圧、上が60、下が30まで低下。サチュレーションは 85% を切っています。全身の発疹が広がり、咽頭浮腫の兆候も。若い医師の報告を聞きながら、俺たちは病室に駆け込んだ。そこには、モニターに囲まれた小さなベッドがあった。ゆきちゃんの姿が見える。その顔は蒼白で、唇は紫色に変色していた。全身には赤い発疹が広がり、呼吸は苦しそうだった。ユキ！翔二郎さんが娘に駆け寄った。その悲痛な叫びが病室に響き渡った。医師たちは手際よくゆきちゃんの治療を進めていたが、状況は一刻を争っていた。看護師が急いでアドレナリンを準備し、別の医師は酸素マスクを調整している。あの薬は本当に危険だったのか？俺は川島先生を信じて娘に。その言葉には深い後悔と恐怖が滲んでいた。彼の目は涙で潤み、うつろな光を放っていた。川島先生の声は普段の威厳を失い、震えていた。だが、すぐに彼は姿勢を正し、声のトーンを変えた。
しかし、まだ因果関係は不明だ。この症状がネオリバイタル X によるものだという科学的証拠はない。他の要因かもしれないし、単なる偶然の一致かもしれない。彼は病室にいる医師たちに向かって言った。ゆきちゃんのベッドから顔を上げた翔二郎さんの目が怒りで燃えた。偶然だと？娘が危ないのに。川島先生は翔二郎さんの怒りを無視し、張さんの方を向いた。その目には計算高い色が宿っていた。三谷院長、この状況での治療方針の決定はあなたの責任です。今後の対応によっては、院長としての判断が問われることになるでしょうね。その言葉の意味は明らかだった。彼は責任の所在を張さんに押し付け、万が一の場合は彼女を犠牲にする算段だった。そんな川島先生の態度に怒りが湧いた。川島先生、そんなことを言っている場合じゃないでしょう。今はこの子の命が最優先です。俺の声が病室に響き渡った。その鋭さに全員が一瞬動きを止めた。俺はゆきちゃんのベッドに近づくと、手際よく医療機器のモニターを確認し始めた。まず、ネオリバイタル X の点滴を直ちに中止してください。酸素濃度を上げて、フェイスマスクからリザーバーマスクに切り替えて、看護師が俺の指示に従い、素早く動き始めた。張さんは黙ってうなずき、俺の指示に従うよう周囲に目配せした。アドレナリンを大腿部外側に緊注、同時に生理食塩水のボーラス投与を。俺は看護師から注射器を受け取ると、的確な角度でゆきちゃんの太ももに注射した。静脈路を確保して、ソルメドロールを常駐、それからジフェンヒドラミンも追加で。血圧上昇してきました。62、65。看護師の報告に、俺はうなずきながら次の手順に移った。咽頭浮腫に対応するため、エピネフリン溶液を吸入させてください。俺はゆきちゃんの胸に聴診器を当て、肺の音を慎重に確認した。両側性の全鳴がある。気道閉塞が進行している。俺は素早く判断し、追加の手順を指示した。気管挿管の準備を。ただし、できるだけ回避したい。まずは非侵襲的な方法で。俺はさらに、ゆきちゃんの皮膚を注意深く観察した。赤い発疹は全身に広がっていたが、アドレナリンの効果で少しずつ薄くなり始めていた。サチュレーション上昇してきました。88、90。血圧も上75、下が40まで回復。看護師の報告に病室の緊張が少し和らいだ。俺はゆきちゃんの状態を注意深く観察し続けた。モニターの数値は徐々に安定してきていた。アドレナリンとステロイドの効果が現れ始め、ゆきちゃんの呼吸は少しずつ整い始めていた。唇の色も紫色から薄いピンク色に戻りつつある。小さく震えている翔二郎さんに、俺は真剣に向き合った。最悪の状態は脱しています。今後も油断はできませんが、適切な治療を続ければ、必ずゆきちゃんは回復します。その言葉に、翔二郎さんの顔にわずかな安堵の色が浮かんだ。川島先生は部屋の隅で俺の処置を呆然と見つめていた。そんな、見回りスタッフごときが。彼の顔には敗北の色が濃く出ていた。その時、病室のドアが静かに開いた。ゆきちゃんの主治医が分厚いファイルを抱えて入ってきた。彼は川島先生を見るなり表情を険しくした。川島先生、お話があります。なんだ、今は忙しい。主治医はファイルを開き、一枚の文書を取り出した。これは先月、あなたが私に提出を求めたネオリバイタル X の臨床報告書です。私はこの報告書で、小児患者2名に軽度の肝機能障害の兆候が見られたと記載しました。ところが、理事会に提出された最終報告書からは、この部分が完全に削除されていました。主治医の言葉に、張さんが驚いた顔で川島先生を見た。川島先生、本当ですか？川島先生の顔が歪んだ。単なる事務的なミスですよ。ミスではありません。さらに調べたところ、海外での同様の副作用報告も、あなたの指示で保留にされていました。これは患者の命に関わる情報です。主治医は冷静に、しかし断固として言った。川島先生の顔が蒼白になった。病室にいた全員の視線が彼に向けられる。翔二郎さんが立ち上がった。彼の表情は怒りと悲しみが入り混じっていた。川島先生、あなたは知っていたんですね。あの日オフィスで私に言ったじゃないですか。多少の副作用の可能性はあるが、それを心配するより効果を優先すべきだと。翔二郎さんの言葉に部屋の空気が凍りついた。そんなことを俺が言った証拠はない。
川島先生は声を荒げたが、その顔からはすでに自信が消えていた。そこへ、病室のドアがもう一度開いた。会議室から来たらしい若い理事が息を切らせて入ってきた。IT 部門からの報告で、川島先生のメールサーバーから感動ファーマとのやり取りが見つかりました。理事が持ってきた資料を張さんが見て、すべてを理解した表情になる。川島先生、あなたは感動ファーマの株を大量に保有しているのですね。この病院に新薬を導入すれば株価が上がる。そのために患者の安全よりも利益を優先した。彼女の声は静かだったが、部屋中に響き渡った。川島先生は反論しようとしたが、もはや言葉が出てこないようだった。彼の周りには怒りと失望の視線が集まっていた。最後の抵抗をするように、川島先生は大きな声で言った。すべては病院のためだ。新薬を導入すれば、この病院の評判も上がり、患者も増える。しかし、彼の言葉はもはや誰の心にも届かなかった。理事が厳粛な表情で一歩前に出た。川島先生、私たちはあなたの行為について、即時調査を開始することを全会一致で決定しました。調査結果が出るまでの間、川島先生のすべての職務と権限を停止し、必要に応じて法的措置も検討するという結論に至りました。さらに、感動ファーマとの癒着関係についても徹底的調査を行います。理事の言葉に川島先生の肩が崩れ落ちた。彼の顔にはこれまで見せたことのないような絶望の色が浮かんでいた。長年にわたって築き上げてきた地位と名声、そして秘密の計画が一瞬にして崩れ去った現実を受け入れられないといった表情だった。理事は続けて張さんに向かって口を開く。理事会としては、三谷委員長の指導力と倫理的判断を改めて全面的に支持することも決議されました。その言葉に張さんの表情に一瞬の驚きが走った。彼女は小さくうなずいた。ありがとうございます。患者さんの安全が最優先されるべきという、この病院の理念が守られたことを嬉しく思います。その時、翔二郎さんが俺の前に進み出た。彼の目は赤く、涙で濡れていた。その顔には、これまで見せたことのない脆さが現れていた。有友さん、あなたを疑って悪かった。あの日、あなたがユキに近づくのを拒絶して、あんな言葉を投げつけて、俺は父親として、医薬品会社の社員として、全てを見誤っていました。真実を見ようとせず、都合のいい方向にだけ進もうとしていた。もしあなたがいなければ、私の娘は命を失っていたかもしれない。翔二郎さんは深く頭を下げた。声はかすれ、ほとんど聞こえないほどだった。だが、その言葉の重みは確かに俺の胸に届いた。俺は静かに彼の肩に手を置いた。翔二郎さん、あなたは娘さんを救いたいと思っただけです。それは父親として当然のことです。あなたは何も悪くない。悪いのは、利益のために真実を隠した人たちだ。俺は優しく言った。翔二郎さんはようやく顔を上げ、涙に濡れた顔で微笑んだ。その表情には深い感謝と新たな希望が宿っていた。これからは真実に向き合います。ユキのためにも、そして自分自身のためにも。俺は静かにうなずいた。病室の窓から差し込む月の光が、まるで新しい始まりを祝福するかのように、柔らかく部屋を包み込んでいた。数日後、病院1階のホールで記者会見が行われた。壇上には、張さんが厳粛な表情で立っていた。その横には、病院理事会のメンバーが並び、全員が重々しい面持ちで、カメラと記者たちに向き合っていた。本日はお集まりいただきありがとうございます。張さんの落ち着いた声がマイクを通して会場に響いた。桜総合病院では重大な不正行為が行われていたことが明らかになりました。当院の内科部長であった川島久一氏による製薬会社との不適切な関係、臨床データの改ざん、そして患者の安全を脅かす行為が確認されました。会場がざわついた。カメラのシャッター音が一斉に鳴り響く。川島久一氏は本日付で解任され、当院との一切の関係を断ちました。また、この件に関しては、警察にも通報し、刑事責任についても追及していく所存です。張さんは一呼吸置き、目の前の書類に目を落とした。川島氏は、感動ファーマ社のネオリバイタル X という新薬について、副作用データを意図的に隠蔽し、当院への導入を強引に進めようとしていました。その背景には、川島氏が同社の株式を大量に保有していたという利益相反行為がありました。さらに、川島氏は病院の経営権を奪取するために
私の評判を落とすような工作活動も行っていたことが判明しています。院内の資料を改ざんし、経営状況を意図的に悪く見せようとした証拠も発見されました。張さんの声には怒りではなく悲しみと失望がにじんでいた。最も許しがたいのは患者の命を危険にさらしたことです。特に小児患者に対して十分な安全性が確認されていない薬を処方していたという事実は医療従事者として到底受け入れられるものではありません。記者の一人が手を挙げた。院長、これらの不正はどのようにして明らかになったのですか？当院のスタッフが勇気を持って真実を告発してくれました。彼の勇気と誠実さがなければこの不正は続いていたかもしれません。そのスタッフとは元研究者の萩原有朋氏のことですか？彼についての報道も出回っていますが。張さんは穏やかに微笑んだ。萩原氏についても誤った情報が広まっていました。彼は過去に製薬会社でデータ改ざんを行ったのではなく、むしろデータ改ざんを告発しようとして不当に追放された被害者でした。実は萩原氏こそがネオリバイタル X の本来の開発者なのです。彼は薬の副作用の危険性を警告しようとして職を失ったのです。会場に再びざわめきが広がった。張さんはしっかりとした声で続けた。警察と厚生労働省の調査により萩原氏の無実が証明されました。また実際に不正を行っていたのは製薬会社の幹部たちであったことも明らかになっています。現在感動ファーマ社に対しても調査が入っており、他の医療機関での同様の不正がなかったか確認が進められています。その言葉に会場から驚きの声が上がった。張さんは一瞬言葉を切り深呼吸をした。患者の皆様、地域の皆様に深くお詫び申し上げます。当院の監督不行き届きによりこうした不正を見過ごしてしまいました。しかし今後はより透明性の高い運営を心がけ、患者さんの安全を最優先にした医療を提供することをお約束します。会見は続き、次々と質問が飛び交った。すべての質問に対して張さんは誠実に、そして冷静に答えていった。記者会見から数日後、俺はラウンジのテレビの前に立ち、ニュースを見つめていた。製薬業界に激震です。川島久一元内科部長の不正行為に加担していた感動ファーマの幹部3名が逮捕されました。画面には手錠をかけられた男たちが映し出されている。かつて俺を追い出した面々だ。また、5年前に行われたデータ改ざんについても新事実が判明。萩原有朋氏に責任を押し付け、解雇に追い込んだ共同研究者らも近く刑事責任を問われる見通しです。背後から張さんの声が聞こえた。ようやく真実が明らかになったわね。振り返ると、彼女は医学雑誌を手にしていた。表紙には本物の発明者が警告していた副作用の真実という文字が踊っている。業界誌も大きく取り上げているわ。あなたの名誉は完全に回復したのよ。その言葉に軽くなった気持ちを感じながら、俺は窓の外に目をやった。青空の下、病院の庭ではゆきちゃんが元気に走り回っていた。張さんが俺の隣に立ち、共に窓の外を眺めた。彼女の表情にはこれまでの疲労が消え、新たな決意が宿っていた。有友さん、川島先生の件で病院は大きく揺れたわ。でもこれを機に生まれ変わるチャンスでもあるのよ。病院は新たな経営体制で立て直しを図る。そして患者第一の理念をどんな時も貫いていく。彼女はまっすぐに俺の目を見つめた。だからあなたにはこれからも力を貸してほしいの。研究員として桜総合病院に加わってほしい。あなたの知識と経験はこの病院の宝になる。その言葉に俺は驚いて彼女を見た。長い間研究の世界から遠ざかっていた自分が再び白衣を着る日が来るとは思ってもいなかった。庭からゆきちゃんの笑い声が聞こえてきた。彼女の笑顔は俺がこれからするべきことの答えを示しているようだった。はい、喜んでお受けします。俺の答えに張さんの顔に明るい笑顔が広がった。ありがとう、有友さん。春の日差しが俺たちを優しく包み込み、新しい一歩を祝福しているようだった。研究室の大きな窓からは夕日が赤く差し込んでいた。俺は顕微鏡から顔を上げ、疲れた目をこすった。壁には何枚もの分子構造図が貼られ、デスクには実験データの山が積まれている。俺は手元の実験ノートに最終結果を書き込んだ。3ヶ月にわたる研究の成果。免疫系に負担をかけず、肝機能への影響も最小限に抑えた新薬の開発が、ついに実を結んだのだ。
ドアがノックされ、張さんが顔を覗かせた。まだ働いてるの？もう8時よ。終わったよ。理論上は完璧だ。あとは臨床試験を待つだけ。俺は笑顔で答えた。その瞬間、廊下から小さな足音が聞こえてきた。有友先生。元気いっぱいの声とともに、ゆきちゃんが研究室に飛び込んできた。彼女が退院してから1ヶ月が経っていた。頬には健康的な血色が戻り、以前の苦しそうな表情は消えていた。やあ、ゆきちゃん。検査結果はどうだった？先生がすっごく良くなってるって。彼女は誇らしげに胸を張った。俺は思わず笑みをこぼした。有友先生。ゆきちゃんは突然真剣な表情になり、小さな手を俺の方に差し出した。そこには一枚の折り紙で作られた星があった。これあげる。ありがとうの気持ち。俺はその小さな贈り物を受け取った。彼女の純粋な感謝の気持ちが俺の胸に温かく響いた。ありがとう、ゆきちゃん。俺はその折り紙の星を大切に胸ポケットにしまった。ゆきちゃんは翔士郎さんが待つ診察室へとかけていき、研究室には再び静けさが戻った。張さんはまだそこに残り、俺の研究データを見つめていた。本当にすごいわ、有友さん。あなたがいなかったら、この病院もゆきちゃんも私も、今とは違う道を歩んでいたでしょうね。俺こそ、チャンスをくれてありがとう。俺は静かに答えた。張さんは一歩近づいていった。あの夜、あなたがゆきちゃんの命を救った時から変わったの。私たちの出会いは偶然じゃなかったのかもしれないわね。張さんの声は研究室の静寂の中で柔らかく響いた。彼女の黒髪が夕日に照らされ、琥珀色の光沢を放っている。目の前にいる彼女の美しさに、俺は思わず息を飲んだ。張さん、明日の夜時間ある。言葉が自然と口から出ていた。自分でも驚くほど声がわずかに震えていた。彼女はわずかに目を見開き、瞬きをした。どうして？病院の近くに新しいイタリアンレストランができたんだ。よかったら一緒に行かない？張さんの方に薄紅色が広がった。パスタは好きよ。張さんはゆっくりと、だが迷いなく俺の手を取った。彼女の手は石らしく細く、柔らかく、だが芯のある強さも感じられた。じゃあ明日、7時に正面玄関で。彼女はそう言って、柔らかな笑顔を残して研究室を後にした。ドアが閉まった後も、彼女の香りが研究室に残っていた。俺は自分の胸の高鳴りを感じながら、ゆっくりと窓に近づいた。窓の外では一番星が輝き始めていた。胸ポケットの折り紙の星が心臓の鼓動とともに暖かさを放っている。その星と空に輝く星と、そして張さんの瞳の輝きが俺の心の中で重なり合った。過去に追放された時、世界は不公平で残酷に思えた。でも、ゆきちゃんの小さな命が危険にさらされた時、黙っていることはできなかった。真実を伝えるのは、時に自分を危険にさらすことだ。しかし、それ以上に恐ろしいのは、真実を隠すことで、誰かが傷つくことだろう。川島先生のように、利益のために嘘をつき続ければ、いつか必ず破滅する。一方で、張さんのように誠実さを貫けば、仲間が集まり、道は開ける。真実を語る勇気は、単なる正義感ではない。それは、人々の命と幸せを守るための、最も強力な武器なのだ。